じゃあこの一番でかいカニ、これをいただいて、超贅沢いただきます。はい、こんにちは、小島漁師浜湯です。今回はですね、カニを取ってそれでカニチャーハン作りたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあいつもの尺稼ぎ長靴を履いて、でライジャケもつけて、カッパも履いて、で沖行きます。葵ちゃんも来てるやん。よいしょよいしょ、いたたたたた。出航。さあ、それでは絶品のカニチャーハンを作るべく渡りガニを求めて親父と兄貴と沖に向かっていきたいと思います。小豆島では近年取れる量が本当に減って、値段とかももう2倍3倍になっている渡りガニ、果たして取れるのでしょうか。ポイントへ到着しました。旗を上げて網を上げていきます。果たして渡りガニはかかっているのでしょうか。で渡りガニの名前の由来はもうね、ずっと何回も言ってるんですけれども、泳ぎが得意だからです。それにつきます。英語ではもうスイミングクラブっていう名前がつくほど泳ぎが得意なカニです。でそれで泳いで渡ることから渡り鳥と同じで渡りガニって名前がついてます。で小豆島では夏に産卵のために土から出てきて活発になっているから網にかかるんですね。冬の間は土の中で冬眠していると言われております。だから底引き網とかって言って、そこをガガかく量だったら取れるんですけど、冬の渡りガニ超絶品で、なんでかね、産卵時期じゃないのにメスは卵をパンパンに持ってます。不思議ですね。で1匹目渡りガニがやってきました。そこそこのサイズですね。で渡りガニの特徴というか、この刺し網で取った場合めちゃくちゃ外すのが大変で、素人の人ではもう絶対外せないと僕は思ってます。でこちらが石ガニですね。で渡りガニが無事に外し終わりました。さあその後もパラパラとカニが来ているのが分かりますね。でカニはですね、輪ゴムで留めたり、人によってはこのような結束バンドっていうもので留めたりもします。じゃあイケメンを開けて、イケマのこれスカッパーっていう蓋ですね。蓋を開けてその中にカニを生かしていきます。で渡りガニの寿命は2から3年ぐらいで、だいたいね卵夏の間に2回かね、僕の、数えてないんだけど、おそらくもしかしたら3回ぐらい蓄えてるやつもいるかなっていう。だから死ぬまでに多い子だったら9回ぐらいは産卵をします。大家族ですね。でカニがパラパラと上がってくるんですけれども、もう本当に少ないです。少ないし、何より個体がすごい小さいです。これでも去年よりは多いぐらいです。でこちらがお化けクラゲ、正式名称多分幽霊クラゲっていうんですけど、海の中で幽霊みたいな見た目をしております。非常に少ないんですが、1枚目の網がこれで終了いたしました。で取れた量がたったの4匹5匹ぐらいです。それじゃあ移動して、でもう一度っていうか、だいたい入れておいて 2,3 日ぐらい置いとかないともう全然取れないので、網を入れておきます。で網が入れれたらもう1枚の網を繰りに行きましょう。1枚の網ではとてもじゃないけどまともな量が取れません。じゃあ引き続き2枚目の網を上げていきます。こっちの方がね、僕はもう答えを知ってるんですけれども多いです。でこれが僕の動画でよく取れる平家ガニ。背中の甲羅に平家の亡霊が映ったような顔が見えるから平家ガニって言います。2枚目の網はパラパラとは来てるんですけれども、もうね 2,3 匹連なってくるような状況じゃなきゃもうめっちゃ少ないっていう感じです。で今年一番ぐらいの大きいサイズの渡りガニが来ました。だいたい手と比べても今めちゃくちゃ大きかったですね。でこの後赤ゲタのまたでかいのが来ました。でちょっと足で失礼なんですけれども、サイズを比べてみるとこんな感じです。すごい大きいカニが大きいのが分かります。でこれね、大きいカニってもうなかなか脱皮しないんで、爪にカキがついてるんですよ。なんと身が入ってるカキが爪にねつくぐらい、もう長い間脱皮をしなくなります。であとこのような奇形っていうんですかね、形が変わったような子もいます。で2枚目の網繰りが終了しました。ちなみにカニは自節って言って、自分で手を落としてタコから逃げて、でそれで逃げたりする子もいて、それまた生えてきます。
はい、じゃあ港へ帰ってきました。丘すれすれを通って船に接岸していきましょう。接岸船。じゃあエンジン止めてカニを出していきます。お、いいカニだ。はい、じゃあカニはこれだけしかいませんでした。じゃあこの一番でかいカニ、これをいただいてカニチャーハンにします。じゃあこちらのカニは八方に入れて氷締めしていきます。はい、じゃあ沖から帰ってちょっと他の仕事をして昼寝もしておりました。じゃあこちら氷締めしたカニを湯がいて海鮮チャーハン作っていきましょう。レッツゴー。じゃあまず鋳物を用意します。そこに鍋をセットしてカニを入れていきます。で水を加えて、でカニ入れるときはこうの方がいいです。の方が出汁が抜けにくいから。で蓋をしてで火をつけます。で大体20分ぐらい置いておきます。じゃあ待つ間暇なんでマダラエキス吸収します。おいで。はい、じゃあファンの人にもらった冷たくなるやつ。マダラこっちこっち。冷たいで。これ。似合ってる似合ってる。マダラは散歩に行くようです。じゃあね。いってらっしゃい。はい、じゃあ見事に茹で上がりました。こちら揚げて見事な茹で上がりです。でこの湯がいたカニ汁を飯盒の中へ入れていきます。カニ汁で米を炊く。こんなもんか。はい、それじゃあ米も炊いておきます。おしり探偵みたいですね。はい、じゃあカニの身を剥いていきます。まず爪をもぎって、で丸裸になったらこれふんどしって言います。ここを開いて、でここは吸います。おいしい。これも置いときます。今日は有効活用でカパー。味噌は少ないですね。でこれは器にするんでそのまま置いておきます。はい、カニエラエボシっていう寄生虫というか虫というかなんかいっぱいついてますが、これは基本害ないんで大丈夫です。でこれがカニのエラなんですけど全部外していきます。で次この口も取って、でここで半分にします。パキしてパキ、こうですね。うまそう。でこれをさらに割って、でヒレがついてた足の付け根なんですけど、ここが一番カニの身がでっかい身が取れます。周りの殻を取るとこんなでっかい身が取れます。うまそうだけど今日はチャーハンで食べる。で殻も全部再利用して、あとは身だけを取っていきます。はい、じゃあ3つに分けることができました。こちらがカニの殻、これカニ油にします。でこれが身と器の頭です。じゃあ一旦この中にカニ残して、これだけで絶品ですね。じゃあ次カニ油を作っていきます。これはヤフオクの中古品です。送料のが高かったらしいです。でこれに油をよけめに敷いていきます。
でここにカニのむき殻入れていきます。よいしょ。でカニのエキスを盛大に抽出していきます。ちょうどね秘密基地さんがエビでなんかカニチャーハンのショートをあげてたんで、カニでやりたかったんです。うまそう。はい、じゃあいい感じにカニエキスが抽出されてきました。もうこれぐらいでよかろう。はい、じゃあ別の容器に入れます。あちゃー、水が入ってた。 OK、 うまそうなカニ油だ。はい、じゃあ次米の様子を見ます。オープン。あ、カニのいい香り。おお、いい感じに炊けてる。抜群だ。さあいよいよ食材の準備が整いました。カニ油にカニご飯、刻みネギ、卵とカニの身ですね。それじゃあやっていこう。はい、じゃあ作っていきます。じゃあまずこのカニ油を入れて、次卵加えます。いやー、すごい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 。いやーすごい、高温だ、超高温だ。ほんで身を加えます。身とカニ味噌。でここに米加えます。うまそう。で次ガーリックいっぱい入れます。ガーリックは山ほど入れれば入れるほどうまい。さあ鍋を振るえ。で塩気がついてるんで塩コショウはもうしません。でここでネギ、で追い油でこちら醤油をたらっと端に入れて、で混ぜます。香り付け。はい、じゃあこんな感じで OK。 はい、じゃあ器を用意してチャーハン持っていきます。カニを器にしようと思ったんですけどね、100% 入らないと思って、カニを器じゃなくてカニで蓋をする逆転の発想。はい、というわけで完成しました。浜湯特製3000円ぐらいのワタリガニ丸ごと1匹を使ったバカバカチャーハン。それじゃあ宴を始めようか。はい、それではいただきます。というわけでハイボールタイム。うまい。はい、じゃあカニの蓋を取って、じゃあこれうまそうなカニ食ってみましょう。いやめちゃくちゃうまそうですよ。これ超贅沢。いただきます。食べた瞬間カニのね香りが鼻を突き抜けて、でプラス中に身がいっぱい入ってるからカニのいい味もねめちゃくちゃする。これ贅沢すぎだ。いやカニを取るシーンから見てこうやって中華鍋でがっつり本格的に作るってね最高です。カニ自身に塩気があって、もう本当に塩コショウ結局入れたんですけどうまいです。当然お酒にも合います。いや YouTube 始めて4年経ちましたけど、やってることはそんなに変わんない。い
で僕はね、卵と白ご飯が混ざってるやつよりこういうね、卵を別にする五目チャーハン系、こっちのチャーハンが好きですね。やっぱ卵が具材として残るみたいな。いや本当は卵だけ焼いて切ってるやつ入れるのがめっちゃ好きなんですよ。わかるって人多いと思います。冷凍食品の五目チャーハンとかね、めちゃくちゃうまいですよね。乾杯。ASMR です。うまい。はい、それじゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。取ったワタリガニをね、そのままチャーハンにもう丸ごと1匹やっちゃうっていう、もう贅沢です。ただね、10年ぐらい前とかは本当毎日家にワタリガニがあったぐらい、ここら辺もねワタリガニ多かったんですけど、非常に少なくなってきちゃいました。さあ5時の鐘も鳴ってきたということで、良い子はお帰りお帰り、お寝すみしましょう。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。